んにちは、安井です。今日の漢字は、入ります、出ます、門という漢字を勉強したいと思います。ではまず、入るとかね、いう字です。は、この真ん中からですね、1、そして2です。1、2と書きます。漢字の順番は1、最初短い方からですね。そして2、こう長く書きます。払います。注意しておきたいのが、皆さん見たことありませんか？ちょっと似てる漢字ですね。そうです。これです。こっちです。これは人という漢字です。この人という漢字とこの入りますという漢字は違います。ね、人という字は最初が長いですね。そしてその2画目が真ん中からこう入ってきますけれども、最初はこの入りますはここが短いです。そして上から2画目が長いですね。と書きます。この読み方は入る、入れる、入と読みます。入と読みます。これ次のこう出るっていう漢字と、意味が反対ですので、先にこちらを勉強していきたいと思います。出るという字はまっすぐ真ん中から書きます。1、2、3、4、5ですね。もう一度いきます。1、2、3、4、5ですね。書き順は1です。2、3、4、5と書きます。ここはちょっと上にね出てます。真ん中の文字は上に出ているので、上からしっかりとまっすぐ書いてください。言葉としては、例えば、お店の入ります、入る、ところのことを入り口ですね。出るところのところを出口というふうに言いますね。だから入り口、入り口、反対に出るところは出口と言います。読み方ですね。読み方は、出るとか出す、出とか出と読みますね。入り口、出口とかですね。あとは入ってください、仮眠入ってください、教室に入ってください、入りますね。これも、入ります同じ感じです。入ります、読み方が違います。入りますね。教室から出てください、 Go out ね。出てください、これは出ます、出ます、出ます、ね、出ます。外に出かけます、外に行きますとか、出かけます、休みの日に出かけます、外に行きます、出かけます、出かけるとかね、出かけます。あとは
外に出かけることをもう少し難しい言葉で言うと、外出しますですね。外出します。外に出ますね。外に出ます。外出します。あとは、カバンの中に、例えばカバンの中に、財布を入れます。入れます。カバンの中に財布を入れますとかはこの漢字を書きます。入れます。入れる。入れるですね。反対に、カバンから財布を出します。出すですね。出す時はこの漢字を書きます。出す、ね、これ動作の違いですね。自動詞他動詞で勉強しますけど、入れます、出します、ね、とこちら側の入ですけれども、例えば小学校、ね、中学校、高校、大学に入りますね。入るときには学校に入る、学校に入りますっていうことで入学とします。入学と言います。入学。また学校出ることは、この漢字はちょっと使いません。また新しい漢字を勉強したときに、練習します。で、入学の時には、セレモニーをしますね。その時は入学式。セレモニーのこれね、入学式ですね。入学式と言います。あとこちら側で外出とありますけれども、皆さんが、日本語学校とか大学、ね、勉強していると、先生がね、皆さん今日学校に来ていますか、勉強してますかということで出席を取ります。出席、来てね、勉強しているかどうか、出席ですね。この時にはとこの漢字を書きます。出席ですね。出席、ね、入ります、出ます、ね、この漢字をしっかり、ペアですけれども覚えておいてください。次の漢字は門という漢字です。門という漢字です。門という漢字は1、2、3、4、5、6、7、8です。もう一度いきます。1、2、3、4、5、6、7、8ですね。ちょっと書き順が難しいと思いますけれども、まずしっかりと書いていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8です。ポイントはここと、ここのスペースですね。ここのスペースは同じ、ここの幅も同じように書きましょう。そしてここにはしっかりとスペースがあるね。ここにはしっかりとスペースがあるように、間広く書いてくださいね。時々ですけれどもね、離れすぎて書く時があります。こうやってこうね、違うちょっと離れすぎますのでね、しっかりと同じぐらいのスペースですねで書いてください。で、この漢字ね、この漢字はよく書く時があります。これ門構えと言います。門構えというね、この形ですね。この形は、基本的に書く漢字が多いですから、皆さん書き順も、形もしっかりと覚えましょう。これ読み方ですけれども、門と読みます。門、ゲートのことですね。ゲートのことです。ゲートのことね。それだけでも門、家の門のことを、家のゲートのことを門と言ったりとか、あとは学校ですね。学校の
ゲートのことを学校だから校ですね。校門、校門ね、校門とかね。あとは例えば大学では、専門的な、勉強をします。例えば文学の勉強をします、医学の勉強をしますね。専門ね、専門っていう時もこれです。専門ね。例えばあなたの専門は何ですか、文学ですとか語学ですといろいろありますね。これ専門と、何か勉強するときに、初めてね、例えば初めてパソコンを勉強します、初めてパソコンのExcel を勉強しますとかね、アクセスを勉強しますね。こう本を読んで勉強したりとかしますね。その時は入門書って言います。入門書、初めて入る門、入門書ですね。入門書、入門書と言います。ちょっとこれは離れすぎまして、こんな感じですね。入門書と言います。はい、少しずつ似ている言葉であったりとか、あとはこの門のようにね、これから勉強していく時によく使う、ね基本のパーツがありますから、しっかり覚えていきましょう。頑張ってください。